読み込みが完了しました。皆さんこんにちは、星名ラビでございます。はい、今回はジャンタマで課金をせずにガチャを引く方法について説明したいと思います。前回麻雀始めたての皆さんには MJ がおすすめっていうような動画を撮ったんですが、 MJ に代わってジャンタマを入れたいと思ってる皆さんのことです。せっかくならったら可愛いキャラ欲しいですよね。しかも課金せず手に入れられたら最高ですよね。今回は課金をせずにジャンタマのキャラを手に入れる方法について熱く語った後に、ジャンタマのどの画面に入れば試合ができるのかもさっくり話していければと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずガチャを引く方法ですが、大きく分けて2つございます。1つはコインを使う方法、もう1つは巻物を使う方法です。コインを手に入れるには課金するしかないので、今回こっちは話しません。ちなみにコインはここからですね、有料で買うことができます。はい、もう一つは巻物を使う方法です。こっちですね。はい、この巻物を手に入れる方法を今回は話していこうと思います。コインを通貨とするなら、巻物はガチャチケットとでも思ってください。無課金でキャラを手に入れたい人は絶対押さえておきましょう。で、その巻物を手に入れる方法は大きく3つあります。ただ、うち2つは完全にタイミングによるものです。詳しく話すと、運営からのプレゼントとイベントゲーム系ですね。この2つはさっと話しちゃうんですが、プレゼントがあるときは、ここのメールのところですね。このメールアイコンのところから、イベントがあるときは、ここのイベントアイコンのところからイベントへ飛びましょう。ただ、イベントの内容やプレゼントの内容に巻物が含まれていないときも多々あるので、そのときは巻物を諦めてください。ただ、巻物以外の何かはもらえるはずです。ちなみに今回のこのイベントでは、巻物らしきものは残念ながらなさそうですね。無課金で巻物を手に入れるためにはショップで巻物を買いましょう。なんだよ結局買うのかよと思った方、まだブラウザバックしないでください。ショップといっても課金で手に入れるコインを使うショップではなく、ゲーム内の奉納機能を使います。奉納とは何かというと、ゲーム内でもらえるキャラを育てる用のアイテムをあえて捨てることで、星のかけらというアイテム、ポイントのようなものがもらえます。このポイントを50ポイント貯めていただくと、このショップから巻物を買うことができます。上限は1ヶ月で5回の交換までなので、課金のように上限なく回せるわけではありませんが、無課金で楽しみたいという皆さんにとっては、僕と一緒にコツコツやっていきましょう。何か好きなアニメや漫画のコラボが期間限定できた時は、順当にいけば1ヶ月5回ぐらいしか引けないので、その時には来たる日のために巻物をちょっとずつ貯金するか、涙を飲んで課金するか選んでください。ということで実際やっていますね。まずいらないアイテムを奉納して星のかけらを集めてみましょう。そのアイテムというのがここの倉庫のところにございます。倉庫の贈り物のところですね。ここにバーっとキャラを育てるためのアイテムがございます。このキャラに奉納するためのアイテムについては、ロック、こういう風にロックがかかっているものとかかっていないものがございます。このロックがかかっているものは何かしらのイベントとかで手に入れたもので、キャラに使う以外は残念ながら使用用途がないものになるんですが、ここの上のロックがかかってないものについては、ここの奉納というところで奉納ができるようになってます。だいたいこの青い背景のやつが5ポイント、この緑の背景のやつが1ポイントで、今回奉納できないんですけど、この紫のやつだと10ポイントだか何ポイントかがもらえるような仕様だったと記憶してます。なのでこちらを奉納してみましょう。するとここの左上の星のかけらというところがちょっと増えましたね。これが今62というところです。ではこの62個の星のかけらを雑貨屋の中の福袋小屋に行きましょう。ちなみに、さっきのアイテムですが、キャラに課金する用のアイテムは麻雀を普通に打ってればちょくちょく手に入れることができます。ダウンロードしたての時はまだないかもしれません。その時は麻雀の練習でもしながらコツコツ貯めてみてください。はい、じゃあ無事50ポイント稼いだので、ここの祈願の巻物というものを引き換えに購入してみましょう。今月残り5って書いてありますね。丁寧ですね。はい、ここで皆さんは買えるだけ爆買いしてください。私は1個しか買えないので1個だけ購入します。はい、あとはお楽しみの時間です。先ほど破れたこちらの祈願のページに行くと、ここのコインは相変わらず0なんですが、ここの巻物のところが1になってますね。で、1回祈願でこの巻物1個消費するよっていうところが押せるようになってます。ということで、リベンジガチャガチャタイムでございます。このように祈りを捧げましょう。いいのこい。はい、残念ながらアイテムに変わってしまいましたね。
こういう風に全然人間じゃないキャラが出ることの方が多いです。確か排出率はちょっと覚えてないんですけど、編集でパンと出しておきますね。はい、こんな感じで無課金でもキャラを手に入れるガチャガチャを引く方法はございますので、ぜひこちらの方法で皆さんジャンタマの可愛いキャラ当ててみてください。はい、ちなみにオンライン対戦をするときの説明もサクッとしておきます。オンライン対戦をするときはこの団員戦というところから、始めたての皆さんはこの銅の間というところに入れるかなと思いますが、私はちょっともう進めてしまっているので、ここの金の間という形のところになってます。強くなっていけばなっていくほど、ここの入れる部屋が上がっていくって感じですね。で、ここに書いてある、3か4っていうところは人数の違いです。3人麻雀なのか4人麻雀なのか。4人麻雀が基本ですね。基本的に4人麻雀を練習していただくのがいいかなと思います。で、ここに書いてある東と南の違いですが、これは試合の長さです。東は1周の短期戦、南は2周の長期戦なので、時間を見て選択してください。で、CPU 戦で腕試ししたいよっていう方は、一見ここにちょっと CPU 戦がパッと見当たらないんですけれども、ここの友人戦に入ってみてください。で、ルームを作成。ここを押すと、友達と本来はやるような感じの画面になるんですが、友人とだけでなく、ここを押すと CPU を選択できます。また、この CPU の強さも、ここの詳細設定というところを有効にしていただいて、下の方スクロールしていただくと、この CPU が簡単か普通か、難しいはないんですが、この2つを選ぶことができます。なので簡単を選んだ状態で作成すると、CPU の簡単と戦うことができます。で、この CPU 簡単と戦うときは別に何か肩肘張る必要はございませんし、やめたくなったらここの右上の、出口ボタンみたいなものを押して退出することができるので、気軽に始めやすいですね。はい、ということで一緒に楽しいジャンタマライフ送ってみませんかというところでございます。具体的に麻雀自体のやり方、麻雀自体の強くなる方法を知りたい方は別シリーズの麻雀教室というところで動画を上げておりますので、そちらも覗いてみてください。ではまた来週、またねー。